実はこれですね、さらにでかくすることができます。こんにちは、しおにんです。今回はですね、自分は旅に出る時に夜動画を見るのが好きなんですけど、よくね、旅動画の時に夜動画見てそのまま寝落ちするっていうパターン、結構ね、大きな画面で、YouTube とかね、アマプラとか、見ながらこう夜過ごすっていうのがすごい好きなんですよね。で、レジスト録音の中に、今ですね、映像を見る機器っていうのがですね、まずこのモニターなんですけれども、よく一般的にある PC モニターをここにつけてるんですけれども、ほとんどのキャンピングカーには、テレビやらこういうモニターやらがついて、皆さんこちらで、動画を見ていることが、多いかなと思うんですが、空港にも、こういった、モニターを取り付けていると。で、大きさ的にはですね、この28インチっていう、ちょっと大きめなんですけれども、何分大きな画面が好きなので、このぐらいないと満足できないっていうかこのぐらいないとちょっと嫌だなっていう感じなんですが、だいたいくつろぐ位置っていうのが、こんなくらいの位置なので、そこのね、端っこに、テレビモニターがあるっていうと、ちょっと動画じゃわかんないんですけど、このくらいになっちゃうってことですね。このぐらいになっちゃうってことなので、28インチとはいえ、ちょっとこう遠くになると、ちっちゃくなってしまう。当たり前ですけどね。欲求としては、もっと大きな画面で見たいっていうところも気持ちもあるというところですね。で、レジスト録音にはですね、こういったプロジェクターですね。初期の頃の旅動画だとこのプロジェクターだけしか積んでなかったので、これで動画を見ていたことが多いんですけれども、このプロジェクター。あとですね、映像を見る機器っていうのは、前回の動画でちょっと紹介したと思うんですけども、こちらですね、メタクエスト3ですね、こちら。これでも、動画を見ることができると。ですので、レジスト録音にはモニターとプロジェクターと、VR と、この3つの映像機器が、積んであるということになるので、今回ね、これそれぞれですね、どういった見え方をして、どういった特徴があるのかとか、メリットデメリットみたいなところを、ちょっと取っていこうかなと思います。キャンピングカーでエンターテインメントを考える際に参考にしていただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。まずは一つ目、普通のPC モニター。これで動画を見ていこうと思います。見るのはね、使用人チャンネルをちょっと参考として見ていこうと思うんですけれども、今はくつろぎ体制になってるんですけれども、カメラの位置はだいたい目の前みたいな、そんな感じで撮ってます。で、大きさ的には、今こんな風に映ってまして、で、動画を再生すると、このぐらいの幅ですね。全然見れなくはないですね。モニターの方で一番楽なのは備え付けられている方が多いと思うので、パッと電源入れてパッと見れるっていうところで、準備がいらないっていう点ですね。あとですね、意外とこれ消費電力が少ないので、外部電源取ってない時でも、こういったその動画を楽しむっていうのは比較的長時間できるのかなっていうところ。あとですね、モニターでいいところはみんなで見れるっていうところですかね。はい、みんなでテレビを囲んで楽しめるっていうので、備え付けのモニターっていうのはつけてる方がほとんどなのかなと思います。はい、あとですね、モニターのいいところはこう自発光してるというか、液晶モニターなので、周りがね、こう照明がついてても窓が開いてても、はっきりくっきり見えるっていうところですね。部屋の照明を消すと、それはそれで雰囲気が出ていいんですけれども、明るい状態でも見れるっていうのが、モニターのいいところかなと思います。なので使用人も最近はかなりこのモニターを対応しているっていう現状になってます。はい。はい、次はですね、このプロジェクターですね。プロジェクターは、皆さんご存知の通り、ここから映像を、映し出して、スクリーンに映像を投影するっていうようなアイテムになってます。はい。で、クコのどこに投影するかっていうと、基本的にスクリーンか白い壁に投影する必要があるんですけれども、クコはこう白い壁がない、こういった木目の壁紙が
全部貼り付けられているので、スクリーンを取り付ける必要があるというような状況です。はい。で、スクリーンなんですけれども、最近このスクリーンを購入しました。結構大きいんですけれども、はい。こういった形で、ロールしていく普通のスクリーンになってます。で、これどこに引っ掛けるかっていうところがあるんですけれども、今ですね、ここにですね、もう同じ色の木目のシール貼ってあるんで見づらいかもしれないんですけど、鉄板がネジ止めされている状態になってます。結構鉄板の厚みが2ミリとかそのぐらい結構ある分厚い鉄板ですね。で、そこにですね、こういうネオジウム磁石、超強力な磁石ですね。これをここにくっつけるとですね、もう全然取れなくなると。で、かなり頑丈な磁石になってます。鉄板の厚み2ミリぐらいなんですけども、最初ね、1ミリ以下のかなり薄い鉄板でやってたんですけど、薄い鉄板だとですね、このネオジウム磁石がいかに強力であろうともう結構取れてきちゃうんですよね、ポロンと。で、ここ2ミリぐらいの分厚い鉄板にしたところ、全然取れなくなったので、ネオジウム磁石を使う場合は結構分厚い鉄板に貼った方がいいかなと思います。で、こっちのサイドに1個と、で、こちらのサイドにも同様に、1つ取り付けてますので、こう1個と。これですね、ネオジウムのフックをこう2個取り付けると。で、ここに先ほどのこのスクリーンをですね、ここにカラビナをつけてあるので、ここにガチャンと。で、こちら側も、ガチャンと。はい、そうするとですね、ここに広大なスクリーンのスペースがこう出来上がると。では、ここにプロジェクターを投影していってみましょう。はい。で、プロジェクター自体は、クコのこの後ろ側ですね、エアコンとかついてるこの下側に、こういった小袋を固定するための突っ張り棒をここに固定してます。突っ張り棒に挟み込む形でこのプロジェクターつけてます。結構小型で軽量なのでね、これで頑丈についているような感じです。はい。今投影をしてるんですけれども、結構ずれてるので、まずこれを調整しないといけないですね。はい、調整できました。今、プロジェクターなので仕方ないんですけれども、まず明るいとこだとあんまり見えません。今、照明がこう、こうこうとついちゃってるので、これをちょっと切ってみます。照明を切ってみますと、はい、このようにですね、かなり明るく見れます。部屋を暗くするとすごく綺麗に見れます。なのでプロジェクター自体はすごく綺麗なんですけれども、部屋を暗くしなきゃいけないっていうのが一つ欠点ではあるのかなというところと、もう一つですね、さっき画面がずれてたと思うんですけども、まずスクリーンを設置して画面を微調整してピントを合わせるとか、いろいろとこう見るまでにセッティングが必要になってくると。こういったところで結構手軽に見たいなっていう時は、時間かかっちゃうのかなと。そういう感じがします。ただしですね、設置の手間はかかるんですけれども、やっぱプロジェクターの一番いいところはですね、この大画面ですね。今目線の前にカメラがあるんですけれども、やっぱりさっきのこうモニターよりも全然大きい画面で、見ることができると。なので、映画とかですね、そういうのを見るときには、非常にこう没入感があるかなというところと、このプライベート空間でこの大画面っていうのは集中して動画を見ることができる環境なのかなと。結構この大画面っていうのがね、自分大好きなので、プロジェクターもすごく捨てがたいですよね。まずいつもこのプロジェクターとスクリーンはずっとクコに載せているような感じになってます。ただやっぱ手軽さで言うとモニターの方がいいので、最近はモニターばっかりで見ちゃってるんですけども、たまにはね、こういった大画面で映画とか見たいなっていう気はしております。はい。もう一つ欠点としては、モニターよりはだいぶ消費電力が高いっていうところで、外部電源つなげてたら
関係ないんですけれども、外部電源のないキャンプ場とかでね、動画を見るときはちょっとモニターよりも消費電力は大きいかなと思います。あとね、みんなで見ることも全然できるので、やっぱプロジェクターのいいところがすごくあるなと思いますね。いや、やっぱでかい、これ。非常に快適に映画とか見れるんじゃないでしょうか。はい。はい、では最後はこちらですね。一風変わったエンターテインメントのアイテムとして、このね、VR っていうのがあります。これはメタクエスト3という、ね、VR なんですけれども、モニター、プロジェクター、そしてこの VR と、結構ね、この VR っていうのは、キャンピングカーとかキャンピングトレーラーにマッチしてるんじゃないかって最近思い始めてですね、これでエンターテインメントを楽しんだらどんな感じになるのかっていうのをちょっとやってみましょう。はい、今こんな感じでね、くつろぎスタイルでいるんですけれども、空港がね、普通に見えている状態なんですが、ここに、コントロールバーがあって、ここからね、動画を見るアプリを今起動したんですけれども、かなりでかい。他の人から見るとこいつ何やってんだって状態なんですけども、この VR を見てる人からすると、すごい大きさですね。もう100インチは優に超えてるような感じで、目の前にモニターがあるっていうような状態になってますね。どのぐらいでかいのかっていうのをちょっと参考までに見てほしいんですけれども、これが VR 上にある、モニターですね。さっきの、プロジェクターと今同じぐらいの大きさになってるのかなと思います。これ移動できるんですけども、さっき PC モニターがそこにある状態ですね。で、これがVR で見てるモニターになります。で実はこれですね、さらにでかくすることができます。こんなにもうクコの端っこをはみ出るぐらいの大きさにすることが、できちゃいます。ですので、プロジェクターよりもかなり大きな画面で動画、映画なり何なりを楽しむことができるっていうような感じですね。横のPC モニターと比較してもらうと全然大きさ違うっていうのがわかると思うんですけれども、でこれすごくセッティングが楽っていうところですね。プロジェクターはですね、さっきいろいろ手順を踏んで大画面を楽しめるんですけれども、この VR に至ってはさっとこいつを被るだけでですね、これが楽しめちゃうっていうところですね。限られた空間であるキャンピングカーとかキャンピングトレーラーの中でこういったエンターテインメントを楽しめるっていうのはすごく相性がいいんじゃないかと個人的には思っております。あと消費電力もね、これ USB で電源充電できて、満充電したら2時間ぐらいは見れるので、消費電力も全然かからない。これすごくいいですよね。ただしですね、一つ大きな欠点があるとすると、一人でしか見れないっていうね。一人旅にはこれ最高のアイテムだと思います。が、他の人から見るとすごく何やってんだこいつっていうような感じで見られるけど、つけてる本人がすごく楽しいみたいな、そういったですね一つ欠点があるというところなので、みんなで出かけるときはこの VR は非常に適さないと思いますので、一人旅の時にこの VR 持ってくのはすごくありなんじゃないかなと思います。これね、片目で 4K 画質があるので、両目で 8K ぐらいあるっていうことですよね。ほぼほぼドットバイドットで見れちゃうっていうような感じですかね。粗さは全然見えないです。プロジェクターよりも全然綺麗に大画面で見れちゃう。すごくいいアイテムなんじゃないでしょうか。はい。はい。ということでですね、今回はこの3つのエンターテインメント機器ですね。PC モニター、プロジェクター、そして VR。比較してみましたがいかがだったでしょうか。どれが一番いいかっていうとすごく難しい問題ですね。どれもいいと。ただどれもメリットデメリットがあると。まずモニターは一番お手軽、消費電力も少ない、パッと電源入れてパッと見れる、明るいところで見れる、みんなで見れる、すごくいいんですけれども、遠くに行っちゃうとちっちゃく見えちゃうっていうね、そういった特徴があります。
次にこのプロジェクターですね。これはですね、大画面で没入感の高い映像を出力することができる。そしてみんなで見れると。そういったメリットがある一方で、設置がめんどくさい。スクリーンを引っ掛けて画面を調整してピントを合わせると。設置がめんどくさい。あと消費電力がちょっと高いので、外部電源とか接続してた方が安心。というところがあります。そして最後にこの VR ですね。これはですね、まず設置が楽。被るだけです。そして何より一番この中で大画面で楽しむことができる。非常に没入感の高い映画を見ることができます。はい、でデメリットとしてはまず一人でしか見れないですね。これ最大のデメリットだと思うんですけれどもこれ2人以上で旅に出てこれを1人で楽しんでたらすごく白い目で見られると思いますので、1人旅の時にこれすごくいいんじゃないでしょうか。はい、であともう一つこれ欠点があるとするとですね、軽いは軽いんですけれども、これ 500g ぐらいあるんですよね。これをですね顔に引っ掛けてずっと見てるというところで、4日かって見てないとちょっと首疲れます長時間見てると正直なところ首は疲れますので、寝っ転がりながら見ると、首の負担はかなり軽減されるので、一人で楽しむ分にはすごくいいんじゃないかと思います。はいので、どれが一番っていうのはないんですけれども、それぞれメリットデメリットがあるっていう感じですね。はい、なので私はこれ3つとも持ってって、TPO に合わせてエンターテインメントを楽しみたいと、そう思います。はい、以上ですかね。今回の動画いかがだったでしょうか。キャンピングカー、キャンピングトレーラーでのエンターテインメントを考える際に、どういった装備をつけたらいいかっていうところで、参考になれば嬉しいです。はい、ここまでご視聴いただいてありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。最後によろしければチャンネル登録と高評価、何かポチッと押していただけるとすごく嬉しいです。以上です。